やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、前回に引き続き、SIVGA のヘッドホン、SIVGA フォーニックスだ。お値段は$300オーバーと、今まで手にしてきたヘッドホンの中でもトップクラスの代物なんだけど、ごめん、低価格税だけどこれはおすすめする。というのも、前回紹介した SV21 と同様、音質と装着感がいい塩梅に成立していて、$100強を追加で支払っても納得するアップグレードが各所に確認できるから。音質では、ぶっちゃけ SV21 もかなり好きなんだけど、こもらない上にすごくハキハキと元気になるフォーニックスの方が、僕は好みだな。まずは、蒸れない、軽い装着感の外装から見ていこうか。決して軽くはないヘッドホンなんだけど、ヘッドホンを支えるアーチと独立してヘッドバンドが用意されていて、このおかげで装着感は良好だ。ヘッドバンド部分は複雑なギミックで、ワンタッチで装着できる、バネのような仕組みを持つものもあるけれど、フォーニックスは、ヘッドバンド根本の金具を力をかけて上下させることで、頭の代償に対応するタイプ、一度決めたポジションを固定できるし、ここのバネなどの劣化による故障の確率が大きく下がるので、実用的で堅牢な作りだ。ヘッドバンドのアーチ部分はもちろん全て金属製。これが、木製のハウジング部分を繋いでる。シンプルで堅牢な鉄板を曲げたもので、落下等のダメージでそうそう壊れない安心感があるな。クッションパッド部分は公式で純正品が用意されているので、その点も安心だ。低反発のもちもちとしたクッションパッド、それほど分厚くないが、ヘッドバンド部分でしっかりサイズを調整できるので、ここに負荷がしっかりかかることは少ない。また、しっかりと耳を覆い隠せるので、長時間装着していても耳が痛くならない設計になっているぞ。クッションパッドの肌に触れる部分は、布生地になっていて、レザー系に比べて蒸れないしボロボロと崩れたりもしない。加えて、背面の開放度も高めのため、ヘッドホンをつけていて蒸れる、とならなかったのも大きいな。基本的な装着感部分の安定感と軽さは、SV21 の方が若干いいんだけど、フォーニックスは蒸れない、というのは非常に大きなアドバンテージだ。パッケージ内容は基本的なもの、ケーブル、専用のキャリングケース、そしてもちろん本体だ。このキャリングケースが非常にこだわっていて、自立できるように足があり、SIVGA 製のヘッドホンを格納するのに最適化された専用品。作りもめちゃくちゃしっかりしていて高級感もすごく良い。おそらく、より上位のヘッドホンと組み合わせることも考慮したケースなんじゃないかな。と、外装はこんな感じ。重要な構造に関連する部分は全て金属製で、そこに木製のハウジングが加わる、長期間使うことを前提にした堅牢さと、ウッドイヤホンならではの見た目の良さが相まっていい感じ。ちなみに、ケーブルは、SV21 でも採用されていた、2.5mm の両出しタイプが採用されているぞ。こちらは1色のみの設定なので、黒のケーブルが付属している。と、外装についてはこんな感じ。中身についても触れていこうか。ヘッドホンの中でも大きめの 50mm のドライバーを採用。国産モデルとかだと 40mm も多いけど、どちらも涼感、高音域ともに表現できるサイズ。最大の特徴は自社開発のドライバー。ここら辺はイヤホンと同様、磁力の強さ、軽さ、反応の良さにこだわることになるんだけど、ポリカーボネート製のフィルムを使った、自社開発の振動板を採用している。SV21 同様、ここら辺はきっちり自社でやってるのが、高音質化と高価格化の理由だな。グレードが上がったので、動作させる敷居も上がった。と思いきや、インピーダンスは変わらぬ32オームで、お手持ちのプレイヤーで十分に動作させることができる。PC などにちょっとした DAC を組み合わせて使ったりと、環境を選ばないのも魅力だな。さすがにこのクラスのヘッドホンを直接繋ぐ人はあんまりいないと思うけど、それでもしっかりとポテンシャルを発揮できるのは、長く、よく使う理由になるだろう。というわけで、外装関連に関しては、破損の原因になりやすいアーチ部分が、すべて金属製で作られており、アーチと独立したヘッドバンドにより、しっかりとフィットする。でもって、クッションパッドは耳を完全に覆う形で装着できるので、装着時の痛みもまず生じない。装着感と堅牢さを両立した設計。でもって、蒸れない、という、長時間装着が可能な、実用的な設計に、自社開発の樹脂系振動板を組み合わせた、開放型イヤホン、といった塩梅だ。この時点で$300級らしいなぁ。とか感心してたんだが、一番おすすめするのは、音なんだな。独自振動板と開放設計のおかげか、抜けが大変良い。似たようなオープンバックのヘッドホンは、ゼンハイザーの HD598SR を愛用してるんだけど、今年は完全にこっちに役目を奪われることになってしまいそうだ。
HB598SR は、スペック的にはかなり似たモデルなんだけど、ちょっと高音域が優しかったり、電子音楽系と組み合わせるとわかりやすい明瞭さとか元気さ、といった点でもう一声欲しい、という、落ち着いた音色だった。フォーニックスはというと、きちんと全体のバランスが崩れない程度にドンシャリで、かなり楽しい元気あふれるイヤホンだ。また、開放型というと、開けた場所で一方向から音が鳴ってる印象があるヘッドホンが結構多いんだけど、フォーニックスは、低音が全体に包み込むような、空間表現の印象を感じる。密閉型とかの印象に近いな。音量自体はそれほどなくても、この包み込むような低音域のおかげで、かなり低音にスケール感を感じることができる。低音のパンチはそれほど強くないんだけど、それでもしっかりと開放型らしく、変に響かないで抜けていくので、低音全体の輪郭や、他の音域の邪魔になることもないな。ボーカルはちょっとだけ、低音域の方が強い状態。でも、楽器なんかを鳴らしても、しっかりと木製ヘッドホンっぽい温かみを伴いつつも、しっかりとメリハリのある音色だ。スカッと開放された、残響の少ないヘッドホンとは異なり、結構残響が残る印象だな。一見元気で明瞭に聞こえるんだけど、音の数が増えてくると、この残響が混じっちゃう時もある。でも、それはわずかな程度で、全体の雰囲気を崩すとか、欠点、というレベルには至ってないと思うな。高音域も、よく制御されてる。結構残響が多くて、温かみのある音色のはずなんだけど、高音域はきっちり綺麗に抜けて、開放型っぽさがある。さっき述べた、音の数が増えると、たっぷりとした残響感が重なっちゃう場合がある、という点なんだけど、この抜けの良い高音域のおかげで、全体がわちゃつかないところもあるんじゃないかな。あくまで、高音域がカリカリに出るヘッドホンじゃないんだけど、高音域は余韻が少なく、反応が良い印象があるので、ここのおかげで音の数が増えても明瞭感は損なわれないのがいいな。空間は、全体的に広く、また高音域以外は室内のように壁で跳ね返ってきてる感じがする。残響感がかなり厚くて、温かみがある音と思いきや、しっかり抜ける高音域が、良いアクセントになってるぞ。どこかドライなところもある高音域に対し、全体的には温かみが強い。でもって、低音域もたっぷりと包まれるような音色だ。でも、全体のバランスは見失ってない。低音域が溢れる中でもボーカルはしっかりと存在するし、それらの強い余韻を含む音色の中で、一部の高音はハキハキと聞こえる。やっぱり、開放型なんだけど、あんまり開放されている感は強くない。ただ、時折しれっと、高音域が開放型であることを主張していく。渋谷のヘッドホンは、2台聞いた感じ、どちらも分析的に聞く、というよりは、いろんな場面で使うのに適してるように思う。低い出力要求も、音色も、装着感も、さあ聞くぞ、と気合を入れて聞くよりも、普段使い向きなんだよな。で、普段使い向き、といつも言ってるイヤホンとかと比べると、そんな印象の中でも、しれっと聞き込みたいところはしっかりなってたりする。低音、高音が強調されたソースを聞きたい時には、しっかりと反応するし、そう意識しないで聞くと、やっぱり優しくて温かみのある音色なんだよな。この価格帯のヘッドホンとしてふさわしい、いつでも安定して聞ける音質と、そして、いつでもつけっぱなしにできる装着感の両立、それがフォネイクスだと思う。今回、2台のヘッドホンを触ったわけなんだけど、渋谷のモデルは、どれも強調しすぎないバランスになってるのが良い、と感じた。でもって、普段はバリバリに高音が拡張されたようなものばかり聞いてる自分でも、優しいながら納得できる高音域、というのが重要だと思う。いつでも使える音質、装着感、さらに、何とも組み合わせられる、駆動効率の良さ。渋谷は、気合を入れすぎないけど良いヘッドホン、という点で、すごく優れた選択肢だと思う。その中でも、個人的にはフォーニックスがよりおすすめだ。あんまり強調しすぎないけど、文句言わずにしっかり鳴らすヘッドホン。おすすめだぞ。と、こんな感じだな。300ドルのヘッドホンとか何かこう、と悩んでたんだけど、実際触り始めるとスラスラと10分近いレビューが出来上がってしまった。この手の、長く付き合うヘッドホンに大事なのは、音質ももちろん、つけてて苦にならない装着感だと思うんだけど、その点にもこだわったブランドなので、口コミでじわじわと広がっていくと思う。プレミアムな値段ではあるんだけど、それでも海外のライバルと比べると、実はかなりお買い得だったりするからな。中国系のブランドは、大きく2つに分かれていて、僕らが普段想像する、共用部品を組み合わせてとにかく安価に面白いものを提供するブランドと、この渋谷みたいな、他国同様に、自国開発でハイエンドを開発し始めたブランドに二極化してるように思う。あとブランド未満のよくわかんない何かな。というわけで、中国設計、というくくりの中でも、ハイエンドモデルは、確実に現在高品質、中価格を実現しているんだなぁ、というのがよく体験できる機会だったぞ。
といったところで今回はここまで、ハイエンドイヤホンのレビューは疲れる、